ああ、いい感じに連射できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマシンガンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに設計を詰めることで、威力と連射力を上げてみたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは反動を抑える仕組みを確認しておきましょう。周りを囲った火薬で弾を発射すると、後ろから出る爆風で大きな反動が発生しますが、軽いものを後ろに発射することで爆風を抑える上に速すぎて貫通するので、反応を無効化することができます。でも普通に当たって反動になることもあるので、安定はしないみたいです。爆風は必ず当たりますが、物を発射してぶつけるより反応は少し弱く、物を後ろに発射する形式は無反動になることがある代わりに、少し強い反動が発生することがある感じですね。ある程度後ろ側にあるものの距離が近ければ、広角ミスで無反動化するので、後ろに物を発射する方式を採用することにしました。後ろに発射するものを焼いたスライムから軽い古代の軽量プラスチックに交換してみると、後ろのものを貫通する距離と確率が少し伸びてくれたみたいです。もしかしたらすぐ変形する生ゴムならぶつかった時の反応も少ないかと思いましたが、別にそんなこともなく、古代の軽量プラスチックより重いので反応が発生しやすくなる残念な結果になりました。ここからなるだけ長くせずに直線上に多くの弾を発射するための新型の弾を作りましょう。なるだけ薄いパーツで構成することで、厚さが4センチくらいの薄型の弾が完成しました。もちろん一発だけなら無反動で発射可能です。こちらを前後に1センチ隙間を空けた状態で縦に32個並べましょう。細かいはしごのような部品になりましたが、こちらに前から火をつければ連続して弾が発射できるんじゃないでしょうか。早速試してみると、途中で壊れてしまいますし、最後まで点火しません。そこでたくさんつなげて棒状にした松ぼっくりをつけて強制的に点火させてみましょう。そうするとダメですね。やはり途中で壊れるのは変わりません。引火から爆発までのタイミングにランダム性があるので、先に後ろの方の弾が発射されてしまうのが壊れる原因みたいです。松ぼっくりの付け方を変えても変わらず壊れてしまいますし、弾がどこかで接着されている可能性も考えて水につけてチェックしましたが、そういうミスもないみたいです。そこで前後の弾の間隔を1センチから2センチに変えてみましたが、こちらもダメですね。確実に前から点火するように松ぼっくりの間隔を火薬としっかり揃えてみても、やはり壊れてしまうのは変わりませんでした。まだ前後の弾の間隔が短すぎるみたいです。そこでさらに2センチから3センチに間隔を広げることで、火薬だけの点火ではギリギリ誘爆しないようにしました。こちらを32個並べてきっちり間隔を揃えた松ぼっくりの導火線をくっつけましょう。こちらに火をつけてみると、今までとは打って変わって壊れずに全ての弾に引火して32連射することができました。しかし角度をつけた状態だと
今までと同じように途中で壊れてしまいます。この原因は真ん中の棒が壊れやすいせいみたいなので、真ん中の棒を外してみました。こちらに火をつけると、導火線がうまく機能していませんが、壊れてはいませんね。角度を変えて、水平にした状態で点火してみると、よし、壊れずに全ての弾を発射することができています。とりあえずこの構造であれば、問題なく発射できることが分かったので、こちらを手で持って撃てるように、部品を追加していきましょう。反応を軽減させるために、本体の周りに4つのベアリングをつけて、前後にぐらぐら動くようにすることで、発射時に動いて反動を吸収するようにしました。点火はおなじみのスライムを食べると着火するスライムトリガーです。前後にぐらぐら動いて反動を抑えながら撃てているみたいです。あとは私が持って支えるグリップ部分ですね。もちろん狙いやすいようにプラスチックの棒を組み合わせた照準器も取り付けます。こちらは実際に持って撃ってテストを繰り返すことで撃ちやすくなるように調整していきましょう。思ったより反応が強いので、それを体で受け止めるための木の糸を追加したり、頭で支えて狙いやすくするための部品を追加したり、改良していった結果、このくらいの反応なら、それなりにコントロールすることができそうです。では早速、近くの木を狙ってみると、バシバシ弾が当たって、破壊することができています。これでようやく、マシンガンの完成ですね。カメラの前で、見やすいように撃ってみましょう。いい感じに連射できています。でも、運が悪いと壊れることもあります。続けていつものように、遠くの大きな木から撃ちましょう。これだけ離れているのに、しっかり4本の木を破壊することができました。さらに、小さな並んだ木を狙うと、こちらも運よく命中して、すべて木っ端みじんです。大きな草の塊は、物が壊れた時の無敵時間のせいで、思ったよりボコボコにできませんでした。草を組み合わせた的の方は、気持ちよく粉々です。こういう的には効果的ですね。ドローン工場の壁は、一発のダメージは痛い目ですが、32発あるので、しっかり当たれば、破壊することができました。そして、風力発電機を狙うと、思ったより命中率が高くて、当てやすいです。落ち着いて狙いを合わせていると、よし、破壊完了です。反応で上下にはブレますが、左右にはブレにくいので、風力発電機を狙うには、ちょうどいいみたいです。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよー。発射32発の弾が、ザコキャラを吹き飛ばしまくって、かなりの数のザコキャラが分解されていきます。やはり、こういう弾を撒き散らすマシンガン系の武器は、たくさんのザコキャラを吹き飛ばすには、向いている武器ですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。グリップを持って、照準器を覗きながら、スライムを食べると、頭の上の方から弾を発射しまくることができます。なので、ピンポイントで当てたいときは、若干下に照準を合わせると、当てやすいかもしれません。それでは最後は、対イエロースライム用のガラスの針を重ねたものを先端に装備したら、
こちらの巨大スライムを狙って、マシンガンで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。少し離れたところから、撃ってみると、さすがにこれだけ離れると、当たりませんね。少しずつ近づきながら、攻撃を続けていきましょう。最初の一発以外は、回復してしまって逆効果になっています。そしてかなり近づいていると、やったー！巨大スライムを倒しました。強力な重なったガラスの針がうまく弾かれて一撃で破壊する多重ダメージを与えてくれました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたマシンガンさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー